お待たせしました。皆さんこんにちは、あさきです。7月31日午後2時を回ったところです。本日もよろしくお願いいたします。片付けます。夏休みが始まったので、クイリングをね、始めたいっていう方とか、あと夏休みの宿題に考えている方もいるかなと思って、今日は初めての人でも分かるようなことをやっていきたいと思うんですけど、まずね、クイリングってどんなものかなっていうのをお見せしていきますね。こんな感じでね、パーツをこれから作っていこうかと思うんですけど、私のチャンネルでは100均商品を使って、手軽に簡単にやってみたいっていう方に見ていただけるように、100均の商品を使うっていうことなので、まず説明からなんですけど、100均の色画用紙、これを使います。100均の色画用紙には大きさが3種類あるんですね。お見せする。ちょっとね、今日画角広めに撮ったんですけど、入りきらないんじゃないかと思うけど、このサイズね、大きいサイズ。これは 253mm、352mm の大きさなんですけど、ちょっと画角もう切れちゃってると思うんですけど、このサイズと、あとこの間のサイズね、中間サイズと、でこの一番ちっちゃいサイズね、並べるとこんな感じですね。わかるかな。こんな感じで、私も一番小さいサイズを、このサイズを使っています。手のひらサイズですね。手のひらサイズを使います。でこの用紙なんですけど、これ黄緑と緑が黄緑と緑がこっち分かれてるので、だからこう2冊必要かなって思うんですけど、どうしても100円だけで始めたいって言うんだったら、こっち側をおすすめします。赤もあり、桃色もあり、この桃色とかよく使うんですよね。ピンクなんですけど、黄色もあり、黄緑もあり、緑はちょっとないの残念ですけど、水色、青、黒、白とどっちか一冊だったらこっちにしてくださいね。こっちの方が使う範囲がより広がるんじゃないかなと思います。こちらよりはね。ここの中でね、すごく使えるは、薄青と黄緑、緑ですね。緑と、あと大々ね2つあるんですけど、こっちの色の方が明るくて綺麗なんですよね。こんなところでこの3色、もう1色このぐらいになるので、やっぱりね、どっちか1つだったらこっちの色にしてくださいね。でこれはダイソーの商品です。同じものがやっぱキャンドゥだとこれですね。キャンドゥだとこれで、それからごめんなさい、こちらが、セリアなんですけれども、もうね、中身はねほぼ一緒です。同じメーカーさんが作ってますので、一緒と判断してもいいと思うので、キャンドゥでもセリアでもこのサイズのものを買っていただけたら作れると思います。あと色味が違うものでは、すごく人気があるのがこのミルキーカラーですね。ミルキーカラーもこんな感じなんですけど、これだとこんな感じのね色合いで作れます。こんな感じですね。ここ1個ね取れちゃってるんです。こんな感じになります。やっぱり可愛らしい感じですよね。砂糖菓子みたいな感じでできます。あとはこれですね。くすみカラー、こんな感じでちょっとグレーっぽい色合いっていうのかな。このくすみカラーだと、こんな風に仕上がります。でね、なかなかね大人っぽくっておしゃれな感じで、ちょっと紫グレーっぽいっていうのかな。こんな感じで仕上げることができます。これね好みだと思うんですけど、どれ使ってもらってもできますのでね、やってみてください。で今回は私これを使います。この色でやってみたいと思います。新色なんです。新色です。じゃじゃーんですよ。淡い色ですね。こんな感じですね。単色カラーって言うんですけど、淡い色単色でいいのかな。
これ、セリアにだけ今売っていると思います。多分ね、どの商品もこれ京和さんって同じメーカーさんなので、おそらくいずれどの店舗でもどちらのねキャンドゥとかダイソーでも取り扱えるようになるんじゃないかと思いますけど、今のところセリアさんだけで見つけました。今日はこれを使ってやっていこうと思います。説明をね、初めてやるっていうことを想定してますので、よいしょ、待ってくださいね。はい、ということなので、まずね、最初にこんな感じで5ミリ幅と、あと2ミリ、2ミリじゃない、3ミリ幅でこんな風に切るんですけど、ここもね、少しどんな風に切ってるかやっていきますね。はい、まずこれ、8色あるんですけど、とりあえず3枚ずつ、3枚で4枚で色が変わるので、これまず切ります。1枚ずつ、2枚ずつぐらいかな。2枚ずつぐらい切りますかね。切りますよ。そうしたら私の場合はね、ここの隅をちょっと切ります。このぐらいね。なぜかというと、ここねボソボソになってるんですよ。糊がついてね、それを剥がしたので、こっち側切っちゃってここ使っちゃうと、もうやっぱりここ1本捨てる感じなので、こっちから切りたいですよね。でこれだんだん切っていくとしまったりとかしてるうちにどっちがどっちか分かんなくて、いちいちこうやって調べなきゃいけなくなっちゃうので、もう最初もうここ5ミリじゃないな、3ミリぐらい切って落として、もうすぐ分かるように、もう紙をね切ろうとして並べた時にすぐもう分かるように切っちゃいます。こんな感じね、パーンと切っちゃいます。次はどれかな、次の色ここからかな、4枚ですね。こんな感じで、この作業はやっておいた方がいいと思います。後でね、どっちがどっちかわからないっていう風になるよりは、もう一目瞭然になるので、こんな感じでね、必ずここを切り落としておきます。結構ボソボソねしてるでしょ。これがね、切る時にどっちかなって分かんなくならないようにね。でこんな風に、5ミリだとここのカッティングマットのね、この5ミリ線に合わせればいいんですけど、こんな風に線を合わせて、マスキングテープとかでちょっと押さえて、この作業をするとね本当に切りやすくなるので、やってみてくださいね。これ私大丈夫かな、そうかな。でステンレスの、今日100均商品使うんだけど、いつものカッターじゃなくて100均のカッター使います。これですね。いけるかな。まず下に合わせる、この下に合わせる、上に合わせる、切ります。下に合わせる、上に合わせる、切ります。下に合わせる、上に合わせる。で左手に力を入れてね、こっちの手はねあんまり力入れないで撫でるみたいな感じ。2回ぐらいかな。切れたから切れないね。切れたでしょうか。切れてないとこもありますね。下が切れてない。はい、こんな感じですね。でこっちはね反対にするんですよね。最初の1本は捨てなきゃいけない時もあるかな。
簡易的にやってますけど、こんな感じでね。髪の切り方に関しては何本も動画出してますので、もしもうちょっと分かりやすくっていう方はそっちの動画を見てください。こんな感じでね、下を合わせて上を合わせて、で、よし、こんな感じです。こんな感じで切ると切れると思います。これで5ミリと3ミリ切りました。ちょっとね、色がもう1枚切ってだいぶ作品作っちゃったので、これね、並べておくのにこの時にちゃんとやっておいた方が後々ねやりやすいと思います。ちょうどある色の方を作っちゃいましたけど、いいですね。このペーパーホルダーの作り方も動画にしてあるので、そちらを見てくださいね。ここに入れておきます。このぐらいだと別に入れやすいけど、もしね入れにくかったら全部抜いてから入れると入れやすいですからね。特にね細いやつはね。はい、こんな感じですね。最後3センチ4センチ残った時にはこういうふうにパンチで抜くように使ってます。もうこのぐらいになるとうまく5ミリとか3ミリ切れなくなって、押さえるのがねどうしても不十分になってこう切る時に曲がってしまったりするので、やっぱりぐらい3センチぐらいはパンチ抜くのに結構使っちゃってます。はい、全部ですね。どの色でも基本的には同じようにやっていただければいいので、100均の色画用紙でしたらこんな風にねしてこのぐらい準備しておくと、こっちはいいけどこの辺よく使うのでもなくなっちゃってますけど、ね、ちょっと今ねこれもちょっと足りませんけど、このぐらいね用意していただければ、多分1枚切ったら相当な数になると思うので、こんな感じでね下準備をしてください。それでは何を作っていくかなんですけど、やっぱりねそうですね、このレッスン1からちょっと順番にやっていく感じですね。やっていきたいと思います。ちょっと数が足りないかなとは思います。ではちょっとピンク全然足りませんけど、この辺ね1本ずつまず取りましょうか。よし、1、2、3、4、5、8本ですね。クイリングとはってよく説明があると思うんですけど、こうした細長い紙をくるくると巻いてっていうねあれになるんですけど、今回はこれまず最初半分にします。長さをね半分にします。半分でいいんですけど、とりあえず半分ですね。
な感じ。ちょっとねこの色が淡いと分かりにくいかなとは思うんですけど、はい、ではとりあえずね1本ずつにしと全部使うかどうかちょっと今わからないですね。これで半分、これで半分になりましたね。はい、これを丸めていくんですけど、丸めるのにクイリングバーがある人はいいんですけど、今回は初めてちょっとやりたいっていう人用に、こういったね竹の爪楊枝があるんですけど、こういった竹の爪楊枝を先端をねちょっとこう割ってもらうんですよね。でこの割るのはクイリングも分かってる方はねいいと思うんですけども、初めてっていう方はねこのレッスン2にこの爪楊枝のねこういう加工の作り方を紹介してるので、これを見てね作ってください。でこういったね先割っただけだとね閉じちゃってできないので、ここに紙をちょっと挟んでるんですね。でこれを使えば大丈夫なので、クイリングのね専門的なバーがなくてもクイリングスロットルって言うんですけどね、こういったものですよね。こういうものがなくてもできますから、とにかく100均でもちゃんとねできますからね、なんかやってみてくださいね。でこれはボンドですね。私の場合はこういったのにちょっとティッシュを詰めてこうして差し込んでおくんですけどこんな感じでね。はい、それではあとピンセットですね。でこれも100均の、これ全部100均のものです。では行きましょう。ピンクが分かりやすいかな。これピンク同じ色になってるね。はい。ではまず丸めます。タイトサークルという一番最初にこうやってね挟みます。挟んでくるくるくるっといくんですけど、こうやってねくるくるくる、これ慣れれば早くできるようになると思います。こんな感じですね。ここをちょっと開いて見れるかな。少しだけ温度は本当にね少しだけですよ。今ねちょっと水分を含んだのでちょっと緩くなってますが、これで押さえておきます。でこの時に端がねこうしっかり収まるようにこうはみ出たりしないようにしておきます。これでこういったものでちょんと押さえると、これでねタイトサークルができました。ちょっと見える？こんな感じですよ。はい。これをいくつか、色がねすごく似てるけどちょっと分かりにくいかもしれないけど違う色ですね。これの繰り返しですね。クイリングをやるのにこれ一番レッスン1にしたんですけど、とにかくね紙を丸めるっていうことが一番最初のこっから何もかもがスタートするので、これちょっと手が慣れるためにはこれやっぱり何回か練習した方がいいので、それでこのねタイトサークルっていうのを作るようにねしてるんです。これできればこういう風になっていかないようになるべくここなんていうのかな、ずれないように。これ少しずれてますけど、こういうところね。だけどこのぐらいだったら後から修正効きますから引っかかっちゃった。こんな感じで。もちろんこのボンドも100均にありますけど、セリア、ダイソー、キャンドゥ同じメーカーさんのものがちょっと名前が変わってたり形じゃないやちょっとねパッケージが変わってたりとかしますけどありますね。これすごく便利なのでこれ使えばほぼ何でもできると思います。もちろんねこっちの木工用ボンドね紙に出してで爪楊枝でつけるっていうのも全然 OK なので、もちろん家にねそれがある方はわざわざ買いに行かなくても大丈夫です。ち
ちなみに、クイリングがすごく上手な先生の方でね、爪楊枝、こういったねスロットル使わないで目打ちみたいなね、目打ちみたいに針のようにねなった細くなってるのですごく綺麗にパーツ作る方もいらっしゃるので、もうこれすらも必要じゃないかもしれないそういう方もいらっしゃいますよ。すごくだから物がないからできないっていうことはないので、気軽にねやりたいというその気持ちだけでねやっていただけれるかなと思います。外れちゃった。そうね、ちょっと外れるのは気をつけないといけないかな。これちょっと私これ引っかかって、ここはダメですね。これ引っかかってますね。引っかかってる。どうしたらいい？切る。切りますかね。これ切りました。引っかかりましたね。気をつけよう。巻き方をちょっと考えないと。どうしたらいいかな。これいい？これで引っかかる。引っかかる。引っかかる。動揺がこんな感じね。見えてますか？見えてますか？よし。さあこれでどの色にしたらお花になるかな。これ外れちゃった場合は別にこうやってね手で回すこともできますよ。これでも大丈夫です。こうやってぐるぐるぐるっと引っかかるね。私ハンドベインなので、ハンドベインっていうね手の血管がすごく見える手をしているので、それで隠してるんですけど、はい、結構手袋をしてる方はねそういう方が多いんじゃないかなと思います。手袋ねできないでできる方は綺麗な手を持ってるということですね。もうすでにここで引っかかってるということで、これ持ち方っていいかな。ちょっとね持ち方が変なんですけど引っかかっちゃうので、はい、この中でお花に丸くしていくんですけど、ごめんなさい。ちょっと本来の巻き方と向きが違う。私レッスン1の時も初めてレッスン動画を作ったので変な巻き方してますけど、あれはね、爪楊枝だけで作ったかな。そうです。爪楊枝だけで作ってるんですけど、そうね、爪楊枝だけの作り方をやってみますかね。どうやって写していいかわからないで、どうやって見えるかななんてやり方をやったので変なことしてましたけど、爪楊枝あるかな。これ爪ね、これ爪楊枝。これも今できましたけど、爪楊枝だけでやる方はね、こんな感じでここでこうやって持ってね、くるくるっとできないか。こうやってくるくるっとやっていくといいかなと思います。うまくいってないね。うまくいかなかったらこっちですね。反対側からこう。ちょっとね、取っかかりを作って。だからあれいかないですね。よし、手を濡らそう。ちょっと手を濡らしてみました。滑っちゃってうまくいかないですね。はい、行きましたね。滑ってうまくいかなかった。こうやってね、くるくるくるって。はい、これで。
こんな感じですね。今何をしたかという指先を少し濡らしたんですね。なんか滑っちゃってうまくいかなかったので、指先を少しシュッてね濡らしてみました。はい。何が違うかっていうと、このほらあんまり違わないでしょ。こっちがね今爪楊枝で作ったんで、こっちが一応割れ目があるやつ、スロットルのようなに加工したので作ったんで、ほぼ一緒。真ん中がこれまん丸になるか、少し挟んだ跡が残るか、そのぐらいの違いなのでどっちでも大丈夫なんですけど、やっぱりこう挟んだ方が楽にできるっていう、まあそのぐらいですね。やっぱり今みたいにこう丸めていくとそのままくるくるくるっと巻いていけないので、外したりとかね、あとしていかないといけないから時間がかかるし、ただねこれですごく綺麗にパーツ作る方もね、この爪楊枝だけで、爪楊枝じゃないな正確には爪楊枝じゃない、なんていうのかな、棒のように細くなっている太い針のような、これは針なんですけど、このぐらいねになっている、ありますかね、こういうね、こういうもので、これほぼ一緒なんですけど、こういったもので綺麗にパーツ作る方もいらっしゃるので、どうしてもねやりやすいものを選んでいただければよくて、これがなきゃダメっていうことじゃないので、あるものでねこうやってできますからやってみてください。これでね今真ん中一つ、その周りに6個パーツを置くと、お花の形になるので、真ん中黄色でいいかなって、こんな感じですかね。こんな感じでくっつけて、どうしようかな。色の好みがあるよね。青は変かな。この方がいい。白をちょっとやめときますかね。白いパーツはちょっとやめときます。これでくっつけていきたいと思います。ちょっとこれこれは綿棒の蓋なんですけど、あと接着するときになるべくこのつなぎ目を隠すようにした方が綺麗に仕上がるので、こういったところをねちょっと隠してあげる感じ。表紙を接着する。注意点はそんなところ、ここだけじゃなくてこの横側もね。さあこれは手で隠さないように見えるようにやるためにはどうしたらいいかなっていう感じになってますけどちょっとやりにくい。今ねパーツだけをつけようと思ってるからこうなってるんですけど、もう台紙とかねあってそこにつけようっていうんだったら、そこにつけてしまっても別に大丈夫だと思います。これ結構やりにくいやり方してるかも。トントントンパンとねやっていただければいいんですが、これとりあえずほぼアイロンビーズになってますねこれねアイロンビーズ、見た感じアイロンビーズと同じような感覚です。隠れてないねこれね。大きさ的にもねアイロンビーズぐらいですね。実際どのぐらいかわかんないって言ったらアイロンビーズを想像してください。ほぼ一緒の大きさになってます。どんなやり方をしてもいいんですが、ついちゃうね。ちょっとこの手についたのが作品についちゃうとボンドベタベタみたいになっちゃうんで、これでいいかな。はい、できましたね。はい、できた。ボ
んどもあちこちビトビトっと出てなくて綺麗にできたかなと思います。これ最初のレッスン1のお花です。でこれにね、葉っぱをつけるんですけど、これ入れといて、葉っぱはピンセットも使いますよ。ちょっとこれでいいかな。2つ、同じ色でもいいかな。はい、じゃあ今度はマーキーズっていう葉っぱのこんな形を作ります。これです。これじゃない、こっちだね。まず丸めます。ここがね、この形を作ると、クイリングだなっていう風にね、曲が変わりますね。ちょっとまずい。曲が変わると、今日はちょっと違う曲かけます。なんかね、私一生懸命パッとこう変えようと対応しようとしてると思うんですけど、なんかこれ YouTube の配信者の味方様っていうYouTube のねチャンネルで自由に曲を使ってくださいっていうチャンネルの曲を利用してるんですけど、 YouTube をねそのまま見てる状態でかけてるんですよ。だからもしかしたら広告が入っちゃうかもしれなくて、その広告を流しちゃうとよろしくないらしくて、なんか今ね持ってたのでだいぶ、今外して伸ばした状態、手を外した状態ですね。これでこんな風に真ん中にこんな風になるんですけど、これをギューッとこうわかる見える？こうか、潰していく、潰すんですけど、ここから真ん中はもう潰さないで端だけ潰す感じ。これで葉っぱの形ができます。こんな形ですね。これマーキーズです。もう一回やりますね。ちょっと今曲のことは後で紹介します。こちらを入れまして、ここまでは一緒ですよ。いけない。私ちょっとこれ手袋に引っかかっちゃうので変な回し方してますけど、本当はこうやってくるくるくるってやっていくといいんで、これちょっと引っかかっちゃうんですよね。いけたかな。これでくるくるくるっといっていただいて、くるくるくるってね抜きます。ちょっとね緩めないと抜かないかもしれない。よし、抜きます。この時にこういう風にねなってた場合は一度しっかり挟んで、これで挟んでここを挟むと、平らになる。でこの状態で緩めます。手を緩めます。こんな風にねなりますよ。で均等に緩まるのを待って、でつまむんですね。真ん中をまず押さえてからキュッと挟む。こんな感じですね。でこのちょっとね余っちゃったっていうか出ちゃった時はハサミで切れば大丈夫です。自然にこんな形になります。これでねレッスン1のお花ですね。レッスン1のお花はここに、茎を作ったんですけど、茎も作りますかね。茎何センチぐらい？3分の1。茎3分の6分の1ぐらいだったかな。あんまり覚えてない。6分の 1？3 分の1どっちだかな、忘れちゃったんですけど、6分の1だったら6分の1か。これ今
3分の1にして状態なんですけど、ちょっとねサイズ忘れちゃったので4分の 1?4 分の1だったかもしれない。どうかな、6分の1で大丈夫かな。6分の1か8分の1はないね。6分の1、6分の1で大丈夫かな。はい、これ6分の1のサイズにしました。6分の1を半分にして半分にしたこの状態ね、V の字になってるでしょ。でこれを中に入れ込みます。まあ切り口をねなるべく外に出さないようにって、ただそれだけなんですけど、こんな形にしておいてから折り込むって感じですね。切り口を中側にしまいたいって、ただそれだけです。それだけのことです。そうですね。はい、こんな感じです。これをこういうふうにね入れてもらう、立ててね入れてもらうっていう感じですね。これ今つかないですけど、こんな感じで入ったかな。はい、これでできましたね。ではもう一つ、この真ん中のところをこうポコンとさせるのをやりますね。綿棒を使ってこう押し上げる。綿棒じゃなくてもいろんなもので、例えば家にあるもので言ったらこういった待ち針のこの先の丸いところをね使うとか、どんなものでもいいんですけど、こうやってやると少しこう持ち上がるんですよね。こんな風に持ち上げることができます。かな。よし、これでこのままだと元に戻っちゃうので、綿棒とかで温度をつけておきます。いいかな、こんな形でちょっと盛り上がったというか、これもねよくいろんなので使います。こんな形を作ったりとかですね。あと何があった？そうですね。あとね、葉っぱの形もただ変形させるだけなんですけど、これをねこうちょっとこういう風にねこうやってこんな形にしたりするとまた動きが出たりするので、もう変形でなんですけどね、こういう風にして貼ってもらっても、よりね動きが出て、きっちりこう絵に描いたようなお花もいいんですけど、ちょっとこうやって変えると動きが出るかなと思います。はい、あとはあるかな。あちこち置いてどこ置いちゃったんでしょうって感じになってますけど、これかな。ね。あとはこのティアドロップを作って、あとは簡単なのはティアドロップでお花を作りますかね。半分サイズでいきますかね。水色でいきます。半分見にくいかな。水晶、ちょっと2本。もう少しね大き半分だと少し小さいので、1本だと大きすぎるんですよ。だからどうしようかな。ハートもあるね。ハートも作った方がいい。次はティアドロップ作りますけど、ティアドロップでできるのはすごくね人気のあるハートとお花これはねすごくね人気があるので、これも一つの形でできています。ハートもいきますか。ただね色がね私切れてるのがちゃんとないから、やっぱりその色かな。
はい、じゃあ行きましょう。次これいきますよ。も挟む。巻く。くるくるくる。でほとんど渦がうまくできるかできないかはこの巻いた時点でもう決まっているので、例えばね途中で手を止めてちょっとおしゃべりしちゃって、続きやりましょうとかってなると、そこをきっかけに渦がね違ったようにできてしまったりとかするんですよね。こんな感じね。これ今だいぶよくうまくできたと思います。でこの時点で真ん中を挟みます。こんな感じですね。こんな感じ。でこれをつまみます。このティアドロップってもう雨粒のようなこう涙のような雫型っていうんですかね。ティアドロップと言います。ティアドロップなんかちょっと言い方が違うかもしれない。これですね。この形をまたもう一つ作りますね。このティアドロップは結構よくいろんな作品に使うので、ちょっとやりにくい。やりにくいですね。はい。大丈夫かなここがねどうしても巻き込んじゃって引っかかっちゃうんですけど、はい、まず挟んで平らにしてから、ここの時点でね、ごめんなさいね、うまくできるかできないか決まってるんですよ。もう見えた？これ当たっちゃうんですよね。この時点で綺麗か綺麗かじゃないかはもう決まってるっていうかね。だからここの渦を作るまでをね一生懸命やってくださいね。これはレッスン5だったかな。はい、こんな形でこれねティアドロップになるんですけど、これね向きによって形ハートのね顔が変わるっていうかね、こういう風になったりこういう風になったり、まあいろいろねちょっと表情が変わるんですよ。どれが好きですかみたいな感じになるね、こんな感じでね変わるんですけど、まあ私は大抵こんな感じで作ってますね。今日はこっちにしようかな。ね、いつもと違うのこっちにしますね。はい、これは色変えてますけど、もちろん同じ色でね作ってもらってもいいですけど、ハートの時はねこのところちゃんときっちり合わさった方がいいので、大きさがね多少違っても大丈夫なので、はい、ハートってねちょっと細長いハートだってこうぷくっとしたハートだったりとか好みがねいろいろあるとは思うので、まあちょっとこの辺でねあなたの好きなハートはどんな形ですかみたいな感じになりますけど、こんな感じでねハートもできました。でお花もいきますかね。お花ね11センチ推奨したかな私。これね10だったと思う。違うな、こっちか。これだったかな。これが10とだったかな。今日は11でやってみますね。11センチで切ってやってみます。11センチでちょっと切りますね。切るときはちょっとわかるかな。さっきの11センチで切ってみます。こ
これ11センチ大体でいいんですよ。1ミリぐらい、1ミリ2ミリ違っても大丈夫。きちんと今切りましたので、これでいきましょう。11センチです。1本で作るとすごく大きいお花ができるので、大きいお花にしたい方はそのまま1本でね作ってもらってもいいと思います。こんな感じでくるくるくるっと。ここでね結構私時間をとって合わせたりいろいろしてます。こんな感じね。外れちゃった。よいしょ。これね今何をやってるんだって思うかもしれない。挟まないように変な癖がついたら困る。何やってるんだみたいになっちゃう。同じ長さでもさっきより少し緩く巻いたのでちょっと大きくなったかな。ほんの気持ち大きいような気がする。だいたい一緒でいいかな巻く時のスピードとか、あと押さえつけ具合っていうのかなによってやっぱりできる大きさがね多少違ってくるんですよね。今日はいい感じかな。これはいかん。これはだいぶちょっとね今何が起こったかというと直してるんですけど、何かな。今真ん中のサイズがだいぶ変わったのでだいぶ手で直しましたね。少しね大きくなっちゃったかな。ちょっと大きいですね。気にしない気にしない。気にしちゃうほど変わっちゃったりしたら諦めてもう一個パーツ作ったりしますけど、まあ引っかかった引っかかってるね。引っかかりましたね。こういうこともあって、これはだいぶちっちゃくなっちゃいますね。今さっきとはだいぶ違うかな。よし。ちょっとね大きさが違っちゃってるけど大丈夫。くるくるっとね挟んで広げるというかね、手を離すと自然に広がるんですね自然に広がる。だから巻いてる時が実は一番広がるのはね自然に任せてるわけだから巻き具合がねやっぱり一番。これねちょっと広くなりすぎたんで手で
今直そうとしてるところですね。ちょっと直したかな。だいぶ広くなっちゃったかな。あとはスピードも大事で、この大きさっていう時に手でこう挟んで止めるっていうかね、それもあってね、うずうずの状態にいかにうまく作るかっていうのが一番かな。これもちょっと最初に比べたらほら大きさがだいぶこう違うのね。だいぶ違っちゃったんですけど、この端っこをねちょっとこういう風に出たところはこういうところはきっちり切っといた方がいいと思います。1ミリもね使ってないんですけど、くっつける時にねこういうのがこういう細かなところをやっておいた方があとくっつけやすいかなと思います。はい、じゃあ反対にね少し短くなってしまってもはっつけちゃったら隠れちゃってわからないので、これは一応気持ちは向きを揃えてひっつけたいんだけど、時々ね反対だったとか後から分かる時もあります。これですね。これがもうすでに反対になってるという。はい、これですね。はい、やっていきましょう。じゃあちょっと最初の一つはそのまま中心をねちゃんと合わせたいですよね。中心がちゃんと合わさるように。はい、私この2色で作る時は結構こんな感じで色を混ぜて作るのがお気に入りというか使ってますね。あと結構ね紙切ってると足りなかったりするので、同じ色だけで作るっていうよりなんかこう色がミックスになってたのが結構好きというかやりやすいというかね。なんかだいぶこうイメージ的にね細長くできてると思うんですけど、後でちょっとこうつまむとね形変わりますから、こう中心をしっかり接着する感じで後ろにね少しついちゃったかな。はい、ちょっと乾燥しておきますよ。さあそれでは皆さんが嫌いな本当にね嫌いなこのフリンジもいきますかね。フリンジこれですよ。フリンジはごめんなさいね。フリンジは7ミリ幅をね7ミリにした方がよくて、もちろんね5ミリでも作ります。これちっちゃいのできるんですけど、やりやすいのは7ミリかなと思って7ミリはちょっとあらかじめ切ってあります。これでいきましょう。これはここが7ミリね、7ミリでこの幅はさっきの切った幅と一緒です。フリンジにする場合はあんまり長いと大変なので、これは半分で使っても2枚ぐらいで作りますので、これ一緒に切っていきます。で切るスピードなんですけど、動画の中ではすっごく早回ししちゃってるので、チャカチャカチャカって早く切っているように思いますけど、実はね私はこんな風に挟んでここにね刃を乗せて切ってます。こんな感じね。こんな感じで切っていくんですけど、もう 1ミリより幅は狭いかな。こんな感じね。見えた？こんな感じで切っていくと思います。結構真剣にこの手はそのままで、こっちの手でこう送り出すような感じで切ってるかな。そんな感じで時々こうずらしてね。
で、私これうまくできる時とうまくできない時とどうしてもあって、なんかね、あんまりにも機械的に均一にうまく切れちゃうと、広げた時になんか一つ一つがはまっちゃって、うまく綺麗に開かない時があって、だからね、綺麗に切るのも考えもので、なんかね、うまくできない時はうまく、ちょっと失敗作をちょっと後で見せますね。なんかすごく綺麗に切れたなーなんて思ったのに、丸めて開いたらあれ違うみたいな。これ結構クイリングやってる人同じ状況になるんじゃないかなって思うんですけど、でもこんなものになってますね。このぐらいになったら開いて、私これ半分で使うので、ここで半分で切っちゃいますね。よいしょ。見えてるかしら。もうちょっと近い方がいい。これね、こんな感じ。こんな感じで切っています。はい、それではさっき作った丸いやつ、この真ん中をねポコンとさせたのに巻いていきます。あ、ダメだ、これ3ミリじゃないや、これ5ミリだからね、ダメだね。なぜかというと、ここの中心が大きさが違うわ。ということで、ちょっと作り直し3ミリでもう一回真ん中作ります。確かだけど、だよね。だねちょっとやり直ししますね。これはちょっとここは高すぎるので3ミリで同じの作ります。だいたいね、やることは決めてあったんですけど、サイズはしっかり覚えてなかったですね。丸めて、小さいのはね、このままボンドつけてもいいんですけど、一応外しまして、で、押し上げはピンでやる。かわいいよね。で、いろんなやり方あるんですけど、ここに直接ボンドを入れて、綿棒でくるくるくるっとね、何回かやってるうちにこっちの綿棒がねちょうどいい形になって、それをずっと使うなんてこともありますね。やってるとそんなこともあります。今これもできたばっかだからまだ使えないかなとは思うけど、まだ乾燥はまださせるので、じゃあうまくいくかな。押さえないといいか。落ちちゃう。本当はね、ちょっといろんなものね、接着する時間を待った方が本当はいいんですが、よし、つけてます。さあ、うまくいくかな。いろんなところが引っかかる。手に引っかかっちゃう。よし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 。あまり何が正解っていうのがなくて、紙をね巻いてから後から押し上げるっていう方法もあったりするので、その時その時でねやりやすい方法でいいんじゃないかなと思います。はい、これでちょっとここもね止めておきます。で、後で開きますね。で、こっちはもういいかな。だいたいできたかな。こんな感じです。で、
この形が、まあ、好きか嫌いかっていうのもあると思うんですけど、ちょっとねこう押してあげると可愛くポコポコちょっとこうお花の花びらがね太めになるかなっていう感じで、さっきとまただいぶ表情が変わったでしょ。可愛いはい、こんな感じですね。うん。これだけで丸めるのもいきますか。ちょっとちっちゃいかな。ちっちゃくなっちゃうかな。ちょっと少ないか。外れちゃうね。引っかかってるね。引っかかっているね。ちっちゃい。そうね。なんでやりにくいかなって、引っかかってるから回ってかなかったりいろいろして変なことになって。はい。あ、止まった。これはいかん。はい。あとでね、これを開いて今日はおしまいにしようかなと思いますので、もう少しねお待ちください。はい、それではお皿いきますかね。今日は新しいこの単色カラーという京和さんの色画用紙を使いました。これは今のところセリアにだけ売ってるかな。色がねこんな感じです。なかなかね可愛らしくて、最初ね何この薄い色ちょっと大丈夫かななんて思って作り始めたら、意外結構ねいい感じなね色になってきました。見える？こんな感じです。今日作ったのは最初にただ丸めるだけでできるこのもうほぼアイロンビーズアイロンビーズのようなお花、レッスン1ですね。それからこの辺がレッスン5のティアドロップで作ったハートと、全部作ったわけじゃないんですけど、ハートとあとマーキーズの葉っぱ、このぐらいでって組み合わせればねいろいろできると思うのでやってみてください。あとこれまだねあんまりまだあんまりちゃんとできてないけどいきますか。はい、では開きますよ。なんかね、失敗するのをお見せするって言ってたね。こうやって開いていきます。このねパシャパシャってとんがった感じも可愛いんだけど、私は結構爪楊枝とかで、これはただの爪楊枝なんで、こうやってねくるっとこうカーブをねつけてあげると可愛いんじゃないかなって思ってカーブをつけてますね。よくこんな感じで。はい。と失敗パターンはこんな感じですね。こういう風に何が失敗かって、ここが並んじゃっててうまく広がってない。わかる？ここがね5、6本線になっちゃってる。うまく広がってないんですよ。これ失敗ですね。こっちはうまくできたけど、こっちが何がうまく失敗かっていうと、この切った感覚がうまくできすぎちゃったっていう。うまく
できればいいっていうもんじゃないっていうのがこの状態ね。はまり込んでちゃんと2周目も3周目も4周目も同じように切れてるっていうことですよね。うまいのに失敗っていうね、なんか納得いかないような状態になるというか、まあ確かにこれちょっとね幅も広いんですけど、この方が綺麗でしょ。ここがうまくできないのは、うまく切れてるとこうなっちゃうんですよ。うまく、まあこれは同じだけどうまくいってるでしょ。それに対してこうですね、失敗作はここね重なっちゃってるんですね。私はこれは結構フリンジは作品の中で使うのでこうなっちゃうんですけど、何が原因かってやっぱり均等に切りすぎてるってことですよね。均等に切りすぎるとこの最後巻いたところの方になるんですけど、何周目か分かんないけど5周目6周目7周目8周目が同じように切れすぎてるってことになるので、最近ちょっとこうなんとかしたいと思い、ちょっとねイレギュラー的なのを挟み込むようにしたら良くなったかなって思います。これはライブ配信見てる人見てくれてる人にちょこっと情報としてお伝えしておきますよ。初心者の方も見てるかもしれないけど、まあこうなっちゃう。かえってガタガタできる人の方がならないかもしれないかもしれないですけど、もしこういうふうなことになっちゃったら多分ねうまく切れてるとこうなっちゃうと思います。かえってガタガタになった方がいいのかなって思いながら、まあうまく切れちゃうとこうなるってことですよね。そのぐらいしか理由が考えられないんだけど。はい、ということでうまく切りすぎない方がいいはずです。ということでこんな感じですね。今日はいくつか作ってみました。動画の中で説明すると、写真でねこの辺ですね、レッスン1やりました。それからお道具はね7点の方でお伝えしてるのでこちらも見てください。それからこう手作りのスロットルの作り方はレッスン2の中にあります。であと紙の切り方もねこれ見てくださいね。あとこの辺ちょろっとやってと、次のページいきます。でレッスン5のお花、ティアドロップのお花ですね。ハートとティアドロップはここです。あとフリンジも少しこっちのねフリンジはこれいかんな、違う次のページですね。これね今写真にしてあるのでこのレッスン8ですね、ここまでやった感じですね。はい、でスクリーンショットにしてあるのでなかなかちょっと送れないんですけど、こんな感じで今日やっていきました。新しい色ねこの単色カラーとっても可愛いのでこれも使えるんじゃないかなと思います。はい、それでは夏休みなのでまた来週もライブ配信していきたいと思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。クイリング楽しんでいきましょう。それでは最後に、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね。